出入国在留管理局は法務省の外局である出入国在留管理庁のもとに全国で8つある地方出入国在留管理局のうちの1つでございまして、広島県を含めて中国地方5県を管轄をしております。改めまして市民グループエージャントさんの皆様、この度は、共生社会推進賞彰子の受賞おめでとうございます。エージャンさんは在留外国人とその家族の方々のですね、隣人として迎え入れて、共に支え合い共生できる社会を目指して20年以上という長い期間にわたりまして活動を行っておられますところ、その理念、それから活動に対しまして敬意を表します。出入国在留管理庁ではですね、円滑かつ厳格な出入国管理、難民の迅速かつ確実な保護、そして、日本国民と我が国社会に受け入れた外国人が良き隣人として共に暮らせる社会を目指して、経済社会の健全な発展に寄与することを目指しております。そして、在留する外国人の方々との共生社会の推進の一環といたしまして、在留する外国人の方々との日常生活面での交流やコミュニケーションの拡大等を図る創意工夫に富んだ取り組みを行う個人または団体に対しまして賞子を送ることにしております。エージャンさんがこれまで行われてこられた活動につきましては、まさにその趣旨に合致するものでございます。エージャンさんはこれまで外国人相談、アンケート、市民フォーラム、FM 多言語放送などを通して共生社会実現のために活動している団体でいらっしゃいますけれども、昨年7月に SNS マルチ放送局を開設して SNS を通じて当局の生活就労ガイドブックなどを活用した情報発信を行っていただくなど、独創性にあふれ基地に富んだ取り組みを進められているということで、この度エージャンさんに共生社会推進賞彰子を贈らせていただくことになりました。コロナ禍で、外国人との間の交流、人の交流というものは一時的に閉ざされましたけれども、再開してますます多くの方が来日されるようになりましたし、日常生活におきまして外国の方を見かけるという光景が珍しいものではなくなってしばらく経ちました。中長期に日本に在留する外国人の方の数は直近では358万人に達し、その4分の1が永住者の方々です。これからは外国人と共に歩む新たな日本社会の構築が求められていると考えます。平成31年、2019年4月ですけれども、出入国在留管理庁が誕生して、外国人との共生社会の実現に向けた外国人の受け入れ環境の整備、こちらが所管する業務に新たに加わりました。また、これに合わせて広島出入国在留管理局が誕生いたしました。本日はせっかくの機会でございますので、日本政府として、それから出入国在留管理庁および広島出入国在留管理局が行っております共生社会実現のための取り組みにつきまして、こちらにおられる方々におかれましてはもうご承知のことと存じますけれども、改めましてご紹介をさせていただきます。最初に外国人との共生社会実現に向けたロードマップについて申し上げます。すべての人が良き隣人として暮らせるために、日本人と外国人が共に安全安心に暮らすことができる共生社会の実現のために、政府といたしまして、外国人の受け入れ環境の整備を進めております。
2022年の6月に日本政府は外国人との共生社会実現に向けたロードマップを決定いたしました。このロードマップにおきましては、日本が目指す外国人との共生社会について、安全安心な社会、外国人と一緒に作る社会をはじめとする3つのビジョンが示されております。次に、外国人材の受け入れ共生のための総合的対応策について申し上げます。今申し上げましたロードマップに掲げられております施策につきまして、今度は単年度に取り組むべき施策を示しました外国人材の受け入れ共生のための総合的対応策が毎年取りまとめられております。直近の令和6年版では合計128の施策が掲げられております。それではこれに沿いましてですね、共生社会実現に関する出入国在留管理庁及び広島出入国在留管理庁の取り組みについてご紹介をいたします。まずはご相談などの窓口対応でございます。2020年の7月でございますけれども、東京の四谷に外国人在留支援センター、フォーリンレジデンスサポートセンター、略称フレスクと言ってますけれども、こちらがオープンいたしました。このフレスクでは日本で暮らして、活躍をされている外国人の方々の在留を支援する、政府の窓口、私ども出入国在留管理庁、それから、東京出入国在留管理局のほか8つの政府の機関が同じ建物内に入居して、かつ、ここは特徴ですけど、仕切りのない空間で一緒に勤務をして連携して外国人の方々からのご相談に対応、外国人、それからは外国人を雇用したい企業の皆様、それから外国人支援に取り組む地方公共団体の方々の支援などの取り組みを行っております。広島入管でも入管で行う各種手続きについてはすでにインフォメーションセンターが設けられておりましたけれども、それに加えまして、外国人の方々が生活するための相談窓口を、ハイフラッグというふうに名付けまして、広島イミグレーションフォーリンレジデンスアシスタントグループとこういうふうに名付けましてご相談を受け付けております。例えば日本語を勉強したいという方が近くの日本語教室を探しているという場合、それから子ども手当の受給方法などのお問い合わせなどお悩みを聞き取ってですね、情報を調べてお問い合わせ窓口をご案内したり、時には職員が行政機関などの窓口へ直接連絡をして橋渡しをするということ、それから地方自治体の方々からの問い合わせ窓口としての機能も担っております。続きまして共生社会実現のための啓発月間について申し上げます。2024年から毎年1月をライフインハーモニー推進月間と定めまして、期間中は共生社会実現に向けた取り組みを全国的に展開しております。ライフインハーモニーとは、国籍や文化が異なる人々が調和して共生していくことを目指していくと、こういう思いを込めて名付けられたものでございます。期間中は外国人との共生社会実現に向けた意識醸成、理解促進に関わるさまざまな広報、啓発活動を重点的に展開しております。この期間内に具体的に何をやっているかですけれども、イベントと出前講座をやっております。イベントにつきましては東京ドキネムの開催になってますけど、今年は2回目になるオールトゥギャザーフェスティバルというものを開催しております。多文化体験、世界のスポーツ体験とか、それから民族衣装体験、フォトコンテスト、キッチンカーも参加しております。もう一つ出前、講座につきましては、子どもの時から共生についてですね、知ってもらうために、当局の担当職員が学校に直接出向いて共生社会実現に向けた意識醸成のための講座を開設するというもので、1月を中心に今年度から本格的に実施しております。広島入管におきましても、管轄する中国地方の小中学校から
あるいは高校も含めですけれども、出前講座実施のご依頼をいただきまして、出入国在留管理庁がどのような仕事をしているのかという紹介から始めまして、例えばどんなことかと申しますと、日本に在留している外国人の方の数をクイズ形式で説明をする。それから、そんなような工夫をして、興味を持っていただけるようにしております。プラスですけれども、優しい日本語についてもご説明しております。優しい日本語の優しいはひらがなで書きますけど、外国人の方でも理解できるという意味の優しい。それから日本人と外国人の方がお互いに歩み寄るということで成立する優しいこと。思いやりがあるという意味の優しいですね。優しい日本語はこれからの社会に必要な共通言語になるということをまずご説明しております。その上で優しい日本語を使う際のポイント、例えば難しい単語を簡単な単語に言い換えたり、文章を短く見る。そして大事なことは、大人の相手に対して子供扱いしないということ、分かりやすくするということと、子供扱いすることは異なる。大人として扱いつつ、言葉だけは分かりやすく説明しましょうということをご説明をしております。広島入管ではこの出前講座をライフインハーモニー推進月間である1月を中心に、実施予定のところを含みますと17の学校で実施をいたしました。受講される方の人数で申しますと、今年度だけで1000人を超える見込みでございます。それから出前講座には出入国在留管理局のマスコットキャラクターのイミグもお邪魔しておりますので、ここは非常に人気のあるところでございます。イミグが可愛かったという率直な感想もいただいておりますし、優しい日本語を使うことで外国人とのコミュニケーションが図れることに、少々の驚きを覚えたという感想や、そういう場面が自分にも生じたときには使ってみたいというような、そういう新鮮な感想をいただいております。次に地方公共団体に対する支援について申し上げます。都道府県や市町村に対する施策として、在留する外国人の方が在留手続き、雇用、医療、福祉、出産、子育て、子どもの教育などなど、生活に関する情報や相談場所に迅速に到達することができるように、多言語での情報提供や相談をワンストップで行う窓口を設置をされている窓口の設置に関する経費をですね、財政的支援を行う外国人受け入れ環境整備交付金というものを交付しております。この外国人受け入れ環境整備交付金は全国では259の地方自治体に対して交付しております。広島の入管の管轄地域である中国地方でもですね、廿日市市も含めて22の地方公共団体に交付しております。それから2019年からは広島を含む地方出入国在留管理局に受け入れ環境調整担当官が配置されまして、外国人の方の一元的に窓口に職員を派遣する、あるいは、地方自治体の公共団体の方々に対する情報提供や研修というものを行っております。それから、日本人と外国人との共生社会に実現に向けた政府の取り組みをまとめましたガイドブックハーモニーアップについてご紹介をいたします。政府における外国人に関する各種共生策につきまして、国民の理解を得ながら企画立案を行っていくために、2024年の1月にハーモニーアップという冊子を発行しております。このハーモニーアップというのは政府の取り組みを分かりやすく説明したもので、日本語版と現状で英語版がございます。入国在留管理庁からの情報以外にもですね、その他文科省さんや観光庁さんや厚労省さん、
交渉さなど、それぞれの所管の行政の情報が QR コード付きでご案内されておりますので、ぜひ一度お手に取ってご覧いただければと思います。また外国人支援者のネットワークの構築についても私どもは取り組んでおりますし、それから外国人支援コーディネーターの育成認証についても取り組んでおります。今年度から外国人支援コーディネーターの育成認証制度をスタートしております。外国人支援コーディネーターとは、日常生活上、社会生活上および職業生活上の困りごとですね、抱えた外国人の方に対して専門的知識や技術を持って相談に応じて、提携先との連絡調整との支援を行って解決まで導いたり、生活上の困りごとを予防するための情報提供を行う人材として位置づけられております。計5ヶ月のプログラムからなる養成研修を実施しております。今年度につきましてはすでに終了しておりますけれども、集合研修はこの2月に、今2月ですね、この2月に国立オリンピック記念青少年センターで2日間の日程で開催されております。以上共生社会推進に関わる取り組みについてご紹介をさせていただきました。エリアさんと私どもとは数年前に当方からエリアさんを訪問したことで交流が始まったというふうに聞いております。この度開設された SNS のパンフレットの当方の交え設計させていただいて、それからエリアさんも参加されているヘアセロのイベントにお誘いをいただきまして、当局も参加させていただいております。少し前には代表理事栗林さんやユンさんに、当局までお越しいただきまして、共生社会実現に関しましてご意見を伺いました。その席で例えば避難所軽減会などですね、ユニークな取り組みのご紹介もいただきました。でその席では街の縁側を作りたいというメジャーさんの理念についても栗林さんからご披露をいただきました。昔の町屋の軒先には縁側という木製のベンチがあって、道行く人もそこに腰掛けてお茶などいただきながら、時には世間話をしていたように、一息ついて何気ない助け合いもできる町の縁側を作り、地域力を高めたいというお話をされたことが印象に残っております。昭和の時代にも縁側あって、ご近所の方が腰掛けたりするところでしたけれども、縁側は屋内でも屋外でもない絶妙な空間であったというふうに思います。最後にもう一度エイジャンさんの活動に対しまして改めて敬意を表しますとともに、今後とも折に振りまして縁側でのお助け合いをしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。